この物語は彼女たちが受験という嵐の真っ只中に出くわした世にも奇妙な物語なのであります。おはよう。私、水野亜美、9月10日生まれ、乙女座、A 型。趣味は読書、チェス。毎朝、始業40分前に教室に行って本を読むのが日課。好きな食べ物はサンドイッチ。食べながら本を読んだりできるからよ。好きな色は水色。好きなスポーツは水泳。好きな科目は数学。そして私の苦手なもの、それはそう、それはラブレター。それにしてもラブレターが苦手なんて贅沢な悩みだよな。そうよ。苦手って言えるほどもらったことないのよ。だけどどうしても体が受け付けなくって。拒否反応ってやつね。ダメよ、アミちゃん。昔から言うじゃない。命短し恋の滝登りって。あれ、なんか違う？それを言うなら命短し恋せよ乙女。そうとも言うかもね。私ね、思うの。中学3年のこの大切な時に私たちが情熱を傾けるべきことはただ一つ。それはお勉強でございますか？その通り。今私の辞書に恋愛の2文字はないわ。どうしたの？これを見て。なになに42ページよ。42ページね。全国模試の結果発表なんだけど、1位マーキュリー、5教科総合500点。それって全教科満点ってこと？マーキュリーってアミちゃんのことだよね。そうよ。自分の好きなペンネームを登録してテストを受けられるの。問題はこの人なのよ。他にも満点がいる。メルクリウス？ラテン語でマーキュリーって意味だね。最近予備校の模試でいつも私と同じ満点で1位をキープしているの。これは私への挑戦じゃないかしら。もしかして新手の敵かも。アミちゃん、考えすぎだって。そうよ、考えすぎ。みんなはそう言うけど、どうしても気になるわ。メルクリウス、一体どんな人なのかしら。あ？全国模試か。そうだわ。これから模試とかたくさん受けていろんな予備校に通ってみたらメルクリウスに会えるかも。こんなに熱くなってきたのは初めてだわ。ライバルがいるって素敵。よーし、私だってガンガン行くわよ。そして次の日、アミちゃんに何が起こったか。あらあら、いくらなんでもやりすぎなんじゃない？また同点。毎回満点でトップをキープするなんて並大抵の人じゃないわ。そういう自分は何者？でも
一体どんな人なのかしら。一度会ってみたい。すっかり夢中だね。アミちゃん、まるで恋でもしてるみそんな、彼は私の良きライバルよ。まだ彼と決まったわけじゃないんじゃない？ベルクリウスって名前だけじゃ男か女かわかんないもんね。それはそうだけど。たい。アミちゃんの理想ってどんな人？そうそう。どんな人？そうね。私の理想の人。それはあの特殊相対性理論のアインシュタイン様かしら。誰それ？そして彼女たちの悪巧みが始まりました。あんなアミちゃん初めて見たわ。あんなに瞳をキラキラさせて、あんなにブリブリぶっ飛んでる。もしかしてこれはアミちゃんの初恋？よーし、ここは一発アミちゃんのためにこの愛の美奈子様が一肌脱いであげようじゃないの。やめなさいって。とにかくベルクリウス様の正体を突き止めましょう。でもどうやって？ダメ。だね。あら、今度はウサギちゃんが何か企んでるみたい。またね。うさぎ。なるちゃん。海野が中間テストの山かけてくれるって。ビービ海野。何か顔についてます？そうよ。こういう時に頼りになるのはあんたしかいない。はい。ベルクリウスってペンネームのもし嵐知らない？そいつだったら僕の友達ですよ。本当？その頃アミちゃんは予備校嵐アミ、ここに参上。ちょっと大丈夫？やつれてるわよ。この3問目ですが J の X 座標を A とすれば HI 対 IJ は過去に負けないわよメルクリウス。私だってお勉強してお勉強してお勉強して、ちょっと休んでお勉強してお勉強してお勉強し続けて、ちょっと休んで。いけない。ああ、初日から居眠りなんて。感じるぞえ、この勉学の聖地寺子屋に口に出すのもはばかられる淫乱邪気の塊。おう、まさしく恋する乙女メルクリウス。男のことばかり考えている煩悩の塊じゃ。この寺子屋に百数十年救ったわらをこの煩悩が食ろうてくれる。気をつけて、そいつは人の欲望に取りつく一族よ。頭が重い。風邪かしら。ここなんですよ、やつの通ってる予備校。こんなところにいるの？建物はボロですけど伝統ありますから。あ、メルクリウス。やあ、グリグリ博士。ちなみにグリグリ博士は僕のペンネームです。グリグリ。どうしたんです？アミちゃんに危険な予感。体が動かない。メルクリウス、これもあなたのせいなの。うなされるほど煩悩に支配されたか。ならば仕上げといこうかの。すべての煩悩の始まり、恋文攻撃。初恋の香りに心惑わされぬ者などいないのじゃ。動けない。あっ、この感触はラブレター。それだけではないぞえ。せっかく覚えた方程式が英単語が頭から逃げていく。待って待って待って。ここだよ。ああ。どうした？メルクリウスの正体言うべきか言わざるべきか。何ブツブツ言ってんのよ。ダメー。
知識を吐き出し煩悩のゴムとなり、お前はこの煩悩の餌食となるのだ。頭がぼーっとして焦点が合わない。アミちゃん、何者じゃ。あんたこそ何者よ。わらわか。わらわあなたメルクリウスね。違う。わらわはなんて卑怯なの。頭がぼーっとするのも予備校での居眠りもあなたの仕業だったのね。もしもし。負けるもんですか。マーキュリークリスタルパワー模試の事情プラス予備校の事情プラスルートストレス分かける括弧妨害考察の事情括弧閉じるライバルの事情イコールメルクリウスイコール敵イコールタフ。人の足を引っ張ってまで一番の成績を取ろうだなんて許せない。愛と知性のセーラー服美少女戦士セーラーマーキュリー。水でもかぶって反省しなさい。だからメルクリウスじゃないでは。分かっていたわ。あなたが敵だって私のことを精神的に惑わすんですもの。でも決着のつかない机上の勝負はもう終わりよ。だからわらわはこの場で証明してあげる。マーキュリー勝利の方程式を。マーキュリーアクアミラージュ。すっきりした。でも最後にちょっと彼の素顔が見てみたかったな。おいおい、ライバルイコール敵ね。私成績良くなるのだけはやめよっと。ミナの場合は心配ないと思うけど。何よ。はい。とにかくさ、アミちゃんの前でメルクリウスの話はしない方がいいだろうね。見たのね。アミちゃん、どんな人だった？こんな人。今をときめく元気キッズの河本くんそっくり。やっぱりアインシュタイン様の若い頃にそっくり。さすが私のライバルだった人。絶対面食いだと思ってんだよ。でも本物が海のそっくりだって知ったら。やでもさ、なんで彼がメルクリウスなんて名前なの？説明しよう。本名のスーリ・クルメを逆さに読んだんだって。そんなどうしたの？倒したはずのメルクリウスがなぜ？だからね、アミちゃん。大丈夫よみんな。彼のことは私に任せて。彼って彼？よーし。てなわけで理想高きマーキュリーの戦いはまだまだ続くのでありました。まる。私頑張る。ラララネバーギブアップ。頑張るわ。この勝負にかけてるの。ウキウキときめくの。思春期時書き換えを受け
きめく